ねえメカ、昨日出たオーパス5って結局チャット GPT と比べてどうなの？みんなそこが気になるよね。今日はその一点をはっきりさせる。公式が出した成績表とこっちで実際に測った数字、その両方でね。成績表って作った会社が自分でつけた点数でしょ？鋭いね。だから自分の手でも測った答えが一つに決まる問題を解かせて他社のモデルとも同じ土俵で比べた。この動画を最後まで見ればオーパス5が何者でチャット GPT とどっちがどんな用事に向くかそれがわかるよ。全部測った数字で見せるね。まずは何が出たのかから。7月24日にオーパス5が発表された。まず驚かれたのは料金だ。これだけ強くなったのに前の世代と同じ据え置きだった。強くなったのに値上げしないの珍しいね。それだけじゃない。一度に読み込める量も増えて長い資料を丸ごと渡しても迷子になりにくくなった。本棚丸ごとってそんなに読めるんだ。しかも今回からは何も言わなくても答える前に一度考えてから話す。ここが前の世代との大きな違いだ。次はどれだけ強いのかを見てみよう。まずは公式の成績表から。難しい試験がいくつもあってね。オーパス5はそのほとんどでトップに立った。ほとんどトップってすごくない？しかも前の世代の2倍の成績をより安い費用で出している。難しい思考テストでは2番手の AI の3倍という結果もあった。でもそれさっきの話だと作った会社の言い分だよね。そう、ここまでは公式の自己申告だ。だからここから先はこちらで実際に測った数字で確かめていく。用意したのは答えが一つに決まる問題だ。何人かを一列に並べて条件を全部満たす並び方が何通りあるかを数えてもらった。うわ、聞いただけで頭が痛くなりそう。自分で作った問題だから答えを丸暗記していることはない。これを軽い設定から最上位まで、それに他社のモデルにも解かせた。で、結果はどうだったの？全部正解だった。軽い設定も一番重い設定も他社のモデルまで一つも外さなかった。じゃあ賢さは横並びってこと？少なくともこの問題では答えの正しさで差はつかなかった。だから勝負は速さと使い勝手に移る。ここからがチャット GPT との比べ合いだ。いよいよチャット GPT との比べ合いだよ。まず速さはどうだったの？チャット GPT を作っている会社の今一番強い設定にも同じパズルを解かせた。答えはきちんと正解。ただ時間は32秒かかった。32秒。オーパス5の方はこちらの最上位は11秒ほど。同じ正解にたどり着くのに3倍近い差がついた。答えが決まっている用事ではオーパス5の方がずっと早い。速さははっきりオーパス5なんだね。じゃあ作らせる方は？次は作らせる用事だ。同じ指示で家計簿のアプリを一つずつ作ってもらった。品目を入れて合計が出て内訳が目で見てわかること。ちゃんと動くものができるの？できた。しかも全部のモデルが条件を満たしていた。実際にブラウザで開いて確かめた。ただ作り込みには差が出た。作り込みってどういうこと？チャット GPT 側にも同じ指示を出した。見た目は一番凝っていてね、雑誌みたいな仕上がりで正直綺麗だった。じゃあ見た目はチャット GPT の勝ち？見た目はね。ただ脂質を入れた後もまだありませんという案内が消えないところがあってね、こういうこともあるんだなと思った。見た目が綺麗でも動かしてみないとわからないんだね。そういうことだ。うちで試した範囲だと速さはオーパス5、見た目はチャット GPT 側。ただし最後は人が一度開いて確かめる。そこは今も変わらない。ここで他の特徴も見ておこう。特徴もいくつか押さえておこう。急ぎの時のために料金を2倍払うと約 2.5 倍速くなるファストモードもある。さっきから出てくる軽い設定とか重い設定って何？賢さを5段階から選べるんだ。優しい方の問題だと軽くして 4.6 秒、一番重いと 15.7 秒。答えは同じでも選んだ分だけ
時間も費用も変わる。なるほど、それが賢さのつまみなんだね。最後に弱点も正直に言っておく。オーパス5は何でも一番じゃない。悪用が心配される一部の分野では力が控えめで、別のモデルに一歩譲ると公式が自分で書いている。そこを隠さないのは逆に信じられるね。最後に使い分けの型をまとめるね。分かったことはシンプルだ。用事の重さで使う AI と設定を変える。調べ物要約、短い返事、答えが大体決まっている用事は早くて安いオーパス5の軽い設定で十分だ。逆にじっくり作る用事はアプリを作る、長い文章を書く、設計を考える、見た目で選ぶならチャット GPT、 確実に動くのを取るならオーパス5、凝りたいか堅実かで選ぶといい。じゃあ今日一番最初にやることは？今日やってほしいのは一つ。今行き詰まっている用事をオーパス5とチャット GPT の両方に同じ指示で一度投げて見比べれば、自分にはどっちが合うかがわかる。自分の用事で比べるのが一番早いんだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたがどんな用事に AI を使っているかもコメントで教えてね。メリノちゃんでした。